こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、まずは畑に水を引かないとなりません。さすがに水忘れはうかつすぎない？別に忘れたわけではないです。勘違いしないでほしいです。なんでツンデレ風味なのよ。まあ一応、骨粉が足りれば面倒な水路構築が不要になる、との可能性を考えていたんです。結果的にはプレイ後に計算したら骨粉足りなかったですけど、でも思わぬ収穫ありました。今まで、自ら縦横方向4マスまでしか高地に水引けないと勘違いしていたんです。斜め4マスも届くんですね。いつから勘違いしてたの？不明です。高さ縛りの時はまだ勘違いしてなかったような。まああとついでに、この小麦は植え替えてから約20分経過していて、人参じゃがいも畑の、それぞれの植えてからの経過時間はこんな感じです。50分経過の畑と比べても、小麦の方がよく育っている様子ね。要するに農地の水ありとなしとでは、2倍を超える成長スピード差があるようです。で、畑の仕組みがなんとなく想像ついてくると、研究熱がうずいてくるんですよね。私の想像通りなら、実るまでの時間は、単位時間あたりに1段階成長する確率が一定の、8段階成長するまでの時間だと思うんです。うまくデータ集めて計算すれば、水ありとなしでの成長スピード差をきちんと求められそうな気がします。水なしとか、実用性皆無じゃないの？縛りプレイのヒントになるかもしれません。まああと、マイクラの仕様を解き明かすのは私の大好物です。さて、前回はビーコンピラミッド以外の建築物を全て積み込み、そして田舎暮らしでは、幸運3収穫の威力に圧倒されました。結局収穫3倍だったわね、赤っ端的に。今まで試さなかったのはお恥ずかしい限りですが、何でも赤をつければいいものではないと思います。なお、畑を 8×8 で作っていったのは、ちょうどワンスタックであることもありますが、畑の合間に水路を作る予定だったんです。やはりピンポイントで水源設置する方が楽で、これは助かりました。水源の数を減らすなら、畑を 9×9 にして、中央に水源を置いた方が良さそうね。対象形として惹かれますが、畑の内部に水源置きたくないんですよね。後でダッシュで幸運3で収穫するとき、私ならその水源に落ちると思います。さて水やりは終わったので、次は人参とじゃがいも畑をもう1箇所ずつ作ります。そういえば計算上、収穫量が各3000個に微妙に満たないんだったわね。ちなみに人参を植えるときは、お腹が空いていると食べてしまいそうになって困ります。空腹だとつまみ食いしそうになるのね。まあマウスをしっぱなしで植えようとするせいなのですが。そして、人参とじゃがいもの畑が各11箇所となり、これでダイヤの桑はお約5面となりました。ダイヤの桑は2本目までで済んだわね。さて、あとはある程度育つまで、待ち時間があります。ピラミッド拠点に実験材料取ってくるんだったわね。十分な実験時間があればいいのですが、その待ち時間に小麦の収穫と、約1000回の骨粉ふりかけ作業をこなさないとならないんですよね。ともかく、ピラミッド拠点に戻ってきました。前回お話しした通り、この待ち時間で試したいのはラバ脱走信号弾計画です。しかし、初めて作るものが多いので、何の材料がいくつとかわかりづらいです。もう目についたものを色々持っていきます。何か忘れたら実験中止ね。そして再び田舎暮らしへ。ここからは人参じゃがいもとの時間勝負です。なら急ぎなさいよ。手始めに、いい感じに羊毛が枯れていた牧場上部のレールを再利用に回します。もはや羊牧場はエメラルド集めに見込みなしだものね。ハサミに幸運3付与するとかできないと、勝負にならなそうです。で、ピラミッド拠点から持参した、ひょっとしたら使うかもアイテムがこちらです。さすがに多いわよ。チェスト付きと6個で持ち帰るのでいいんです。
さて次は1000個相当の骨粉ふりかけです。人参じゃがいも畑は全部きっちり育ってから一気に収穫したいので、その点を気をつけつつ作業しないとなりません。つまり、一つ二つが実る前に骨粉が尽きたら泣くってことね。骨粉が大量に余っても泣きます。なお、前回は20回の収穫で幸運3の収穫量を計算しましたが、今回は一桁高い精度の数値が計算できそうです。そして12分ほどの作業で、骨粉1スタック残してふりかけ終わりました。つまり骨粉900個以上使ったのね。で、次は小麦の収穫ですが、前回のカット中にこそっと試したところ、小麦は幸運3で収穫しても種が増えるだけだったんです。それで動画冒頭の小麦畑が植え替えられていたのね。あとそういえば前回、村人取引品目の3種類の比率を4対2対1で良いと言ったのは、考えてみると誤りです。小麦取引は、人参とじゃがいも取引が両方停止した時だけ必要になるので、もっとずっと少なくても十分です。まあともかく、これで実験以外は完了しました。そろそろ本題の、ラバ脱走信号弾の仕組み作りにかかります。本題なんだ。まずは、ホッパーにアイテムが入ったかをチェックできるらしい、コンパレーターなるもののクラフトです。さすがにレシピは間違えないわね。これ忘れたら即積みますから、必死で覚えました。で、もう一つ作るのは、花火を打ち上げるためのディスペンサーですが、材料がギリギリの数しかなかったので危なかったです。雲の糸が未だに2本しかないのね。ちなみに糸の1本は、釣りで入手したものだったりします。そして、ホッパー付きトロッコを走らせるのはこんな感じで、この部分は地中に埋めて、上は砂岩で覆う予定です。落下したリードを吸い込むのね。そしてレールの下に、ホッパー、コンパレータ、ディスペンサーをつなげておいて、ホッパー付きトロッコにアイテムを拾わせてみると、思惑通りにポコンと出ました。いい感じじゃないの。そして次は、これも初クラフトの花火です。で、ここでやっと気づいたのですが、そういえばサトウキビを持ってくるのを忘れてました。今回も無事に忘れ物があったのね。まあでも、こんなこともあろうかと、ここは湿地バイオームなんですよね。で、1分でロケット花火のクラフトが完了。今回は実験なので材料ケチっています。あとは花火が打ち上がるのを確認するだけね。この仕組みがうまくいけば、長年悩んでいたリード紛失問題や、ラバ脱走警報問題が一挙に解決に向かうでしょう。人類にとってはかすかな一歩でも、私にとっては偉大な一歩です。このタイミング？レール下のホッパーが吸い込む範囲が意外と広いようね。まあともかく、無事に作れてよかったです。さてその後は、微妙な色や形の違いを見分けつつ、丹念に実り残しに骨粉を振りかけていきました。結果として余剰した骨粉は4つだけです。かなりいい感じに作業できたようです。そしてスーパー収穫タイムに入りました。面白いように人参が取れるわね。で、取れた人参は2942個。幸運3での収穫数は、1個内あたり 4.18 個のようです。予定より平均で 0.2 個少ないわね。やはり前回の20回程度のテストでは、ちょっと誤差が大きかったようです。で、次はジャガイモです。取れた数は2989個、平均収穫数は 4.25 個です。人参のデータと合わせて、幸運3で 4.2 個収穫できると見れば良さそうね。なお、2% の確率で収穫できるらしい青ジャガは、12個取れましたが、2% で計算しても全然計算合いませんでした。幸運3が効かないのかしらね。さて最後に、途中で植え替えた小麦の収穫です。ピラミッド拠点の移動で離れた時間を差し引いても、植え替えてから1時間30分ほど経過してます。まだ実っていないのが数箇所あるわね。
前に確認した時はほぼ実るまで2時間と思ってたのですが、1時間半で十分だったようです。30分差は大きいわよ。モブのディスポーンまでの時間の確率みたいに、いつか畑も計算できるようになりたいです。さて、以上の収穫をプレイ後に計算してみたところ、ちょうどぴったりエメラルドブロック41個を取引できる分量がありました。最後の田舎暮らしターンは予定よりかなり早く、2時間半少々で終了です。次回は建築ターン、ではないわね。ビーコンはウィザー戦で使いますから。村人取引が済んだら、102話で触れた闇の村化計画を少し進めようかと思ってます。つまり、村の地下のゾンビスポナー探しね。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。